ここは居酒屋のぶ。ごく普通の居酒屋なんですが、不思議なことが一つ。実は店の入り口が異世界へとつながっちゃってるんです。おめでとう。お幸せに。お、ちょっと止めてくれ。どうぞ。中隊長、おめでとうございます。おめでとうございます。ご結婚おめでとうございます。おめでとう。おめでとうございます、ベルトホルトさん。いやあ、ありがとう。ありがとうみんな。それにしてもすっごい家財道具ですね。ああ、そうなんだ。お父様、ちょっと頑張ってくれたみたいです。例のイカ漁師の親父さんか。くぅ、嫁さんも美人だし羨ましすぎるぜ、チキション。だー、俺は世界一の幸せ者だ俺は世界一の不幸者だ。どうぞヘルミーナさん、ありがとうございます。どうされたんですか？今朝はあんなに幸せそうだったのに。ああ、俺とヘルミーナの新居にまだ前の住人がいて引っ越しできないんだ。なんでもその人の引っ越し用の馬車を旅の僧侶が無理やり借りてっちまったらしい。あの家財を野ざらしにもできないんで、もともと俺がいた官舎に詰め込んだんだが、住む場所がなくなっちまった。ヘルミーナだって右も左もわからないところに嫁いできて不安だろうに。安心して暮らせる場所すら用意できないなんて、俺はなんて不甲斐ない男なんだ。それでなんだが、はい。ヘルミーナをしばらくの間ここで使ってはもらえないだろうか。え？いや、夜は宿を取ってるから大丈夫なんだが、俺が働いている間彼女の居場所を作ってやりたいんだ。実は今うちはものすごく忙しくて、神父さんにお願いするなんてとても心苦しいのですが。つまり大助かりなんです。うちは大歓迎ですよ。わ、猫の手も借りたいところだったんだ。簡単なお手伝いしかできませんけど、よろしくお願いします。よろしく頼むよ。なんだ今のは。あれはちょっと。すごい、ヘルミーナさん、うなぎ平気なんですか？漁師の娘ですから大丈夫ですか、ベルトホルトさん。そういえば俺がいない間に相手エリアではうなぎが流行っているとニコラウスたちが言っていたが。そのうなぎが大忙しの原因なんです。はあ？まあ口で説明するより食べてもらった方が早いな。うなぎのかば焼きだ。確かに見たことがないうなぎ料理だが、でもあのうなぎだしな。このうなぎすっごく美味しいです。本当か？おお、こりゃ俺たちの知ってるうなぎとは別物だ。違うのは調理方法だよ。こっちも試してくれ。う巻きだ。う巻き？うなぎを卵で巻いているからう巻きだ。いただきましょう、ベルトホルトさん。ああ。おお、かば焼きの濃厚さを卵が優しく包み込んでいる。力強いかば焼きと卵の柔らかさの相性バッチリですね。残りはヘルミーナが食べていいぞ。じゃあこうして半分ずついただきましょう。ああ。ごちそうさまでした。すっごく美味しかった。はい、大将のうなぎは最高なんです。なるほど、こりゃノブも忙しくなるはずだ。お、あんまり嬉しくなさそうだな。そんなことないですよ。みんなうなぎばかり注文するもんだから困っちゃってるの。
うなぎは仕込みに時間がかかるから、そればかり注文されてもお客さんを待たせてしまうし、これじゃ居酒屋ノブじゃなくてうなぎ屋ノブだよ。何よりせっかく飲みに来てくれたお客さんがお店に入れないのがね。おお、この匂い、うなぎだな。ローレンツさん、どうしたんですか？いや、ちょっと頼み事があってきたんだが、この匂いを嗅がされちゃたまらんな。これからまかないにしようかと思ってたところです。ご一緒にどうですか？おお、昼飯にうなぎなんてうんがい。これはライスにうなぎを乗せたのか。おお、この輝く艶引き込まれる。これはこのうなぎは最高だな。初めて食べましたけど、ライスとも相性いいんですね。濃いめのタレがいい。ライスに染みたタレだけでもおかずになりそうだ。まかないでうな丼なんて超幸せ。ところでローレンツさんの頼みというのは？あ、それなんだがな。ゆっと木工ギルドの見習いの連中が手習いで作ったペラッペラの箱が山ほどあるんだ。お宅じゃ使い道ないかい？一つや二つならまあ。こんな美味しいものがお昼から食べられるなんて幸せですね。毎日うな丼ってわけにはいかないけど、うちのまかないは大将の自慢の料理ばかりだから期待してね。ありがとうございます。だけどどうしたヘルミーナ？私だけこんな美味しいものをいただいて、あなたのお昼にも届けられたらいいのに。無茶を言うなよ。大将、その手があったか。うなぎ弁当3つください。あ、じゃあ私ももう一つ。はい、2つです。こちら3つですね。こっちは2つね。ありがとうございます。はい、お釣りです。うなぎ弁当3つください。はい、少々お待ちください。次のお客様どうぞ。ちょっとこれ追加分ね。すごい売れ行きです。なるほど。弁当とは考えたな。おお、これこれ。似たような料理を出す店は増えたが、このふっくらとしたうなぎの食感、こいつだけは他の店じゃ真似できない。いや、このタレだってそうだ。ノブの味を知ったらよその店には行けないよ。ノブめ、ナポリタン弁当を売らずにうなぎ弁当を売るとはけしからん。全くけしからん。木箱もさばけたし、うまい弁当にもありつけた。ありがたいことだ。まさかうなぎにこんな食べ方があったとは。そうなのです。これは相手エリアの新たな産業につながると私は信じているのです。いいわね、ただで権利を手になさって。しかしこいつはやみつきになりますな。うちの漁場で取れたうなぎですからな、ラインホルトさん。まあ、はい、うなぎ弁当2つでしたね。ヘルミーナは役に立っているかな？はい、お金の計算も早いし、お客さんからも大人気なんですよ。大人気。はい、これベルトホルトさんの分。ああ、ヘルミーナさんのお手製ですよ。そうなのか。これはあいつ肝心のうなぎを入れ忘れてるぞ。ま、試しに食べてみてごらんよ。お、これはマムシって言うんだ。マムシ？うなぎをご飯の間で蒸すからマムシ。おお。あ、美味しい。何度食べても大将の焼いたうなぎは最高だ。そんなこと言ったらヘルミーナさんに失礼ですよ。これヘルミーナが焼いたのか？はい、これお釣りです。ありがとうね。頑張ってたけど身が崩れちゃったんで。それでマムシか。しじみの赤だしです。これもヘルミーナさんが作ったんですよ。こちらですね。俺も見て。いるからこんな贅沢な気分になれるなんて。
戦場では油断したやつからダメになる。だが可愛い嫁と気のいい部下たち、それにうまい飯とうまい酒、今は少しでも長くこの幸せを堪能していたいな。次はノブプラス。いやー、ノブのうなぎ、うまそうだね。ということでやってまいりましたのはですね、森下というところです。そこにありますのが高橋商店街、野良黒にちなんで別名野良黒ロードと言いますね。下町ですよ。下町といえばうなぎ、うなぎといえばなぎら。あら、初耳。あの店まだやってるといいんだけども。さあ早く行きましょう。こっちなんですよ。なぎら健一がノブに登場した絶品料理を求めて居酒屋を探訪します。ここです、ここです。やってきました。鳥町ね、焼き鳥屋さんですよ。焼き鳥屋さん。うなぎじゃないのかって。うなぎ専門店行けばうなぎ食べれますけどね、そうじゃないところで行くのがおつというもんよ。行きましょう。さすがなぎらさん。どうも。いらっしゃい。威勢いいわ。うわ、すんごい声だなお前。響くわね。お久しぶり。鳥町は心温まる手料理が食べられるアットホームなお店。うなぎをね、ちょっと食しに来たんだけど。いいですね。生から焼きますから2、30分時間は欲しいんだけど、いいですか。焼き上がりを待つのもおつよね。カツオの土佐作り。いいですね。はい。いただけますかね。いきますか。はい。料理長がうなぎを焼いてくれてる間に。お待たせしました。どうも。カツオの土佐作りと生ビールです。ゆっくり帰るとね、たくさん映るからね。はい。マキュート。でちょっと待ちましょうかね。焼けてきた、焼けてきた。この皮目の焦げ目も、香りも香ばしいじゃない。下町らしい、居酒屋さんですね。ですね。誰と喋ってんの？私。独り言だよ。憎ったらしい。で、もう焼き上がりました。料理長、こだわりは？こだわるっていうのは要するに国産。よその国から来るんだね。そうです。うなぎもうなぎなんつってね。そうです。その通りです。料理長困らせないでよ。江戸の前、いわゆる江戸城の前の水路で取れるうなぎを江戸前と称するべしというね。でその後に全部取れるものをね、東京湾から何から全部江戸前と称するようになりましたけどもですね、最初はうなぎが最初だったということですね。もううんちくはいいからちょっと味わってその感想を聞きたいのよ。いい食べっぷり。柔らかい。ふわふわですね。うなぎの方からもう勝手に崩れてくれるから。わかる。うな重に日本酒もベストマッチ。居酒屋のぶの人々、こっちにおいでよ。あら、私がいるからいいでしょ。なぎらさんも納得の炭火焼き鳥うなぎ居酒屋鳥長は森下駅から徒歩5分。美味しいうなぎと鶏料理が食べたくなったらここよ、ここ。行こう今日をもっと楽しまないと明日はまだ少し先でしょ。何も言わなくても笑顔の君がいつも迎えてくれる。片付かなかったことも先が見えなくてくすぶってもグラスにそっと別の自分と酸いも甘いも一緒に流し込んで飲み干せばまた知らない味わいに変わる。ロジロジ心がロジロジ舞い上がる。新しいパッションがこんな近くにある。ロジロジハッピーが交差する。時間も世界も飛び越えてく新橋からまたへとほどけるみたい。目の前がキラキラに輝くよ。次回の異世界居酒屋ことアイテーリアの居酒屋ノブはこちらになります。美味しい物語をどうぞご賞味ください。